テキラードでジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一トレース説やっていきたいと思います。6日目の方が、タウンホール16じゃないクランが入ってたので、ってところで、ちょっと攻め残しが1本と回線切れ星0が出てしまったって感じですね。回線切れはしょうがないということで。で、7日目いきたいと思います。で、7日目が45点取られた上に、星1生まれた上に攻め残しが2つということで、最終日にこと切れましたね。これ勝てねえわということで、諦めたって感じですかね。で、先に成績見ていこうかなと思います。パーフェクトが1、2、3、4、5、6、7、8人ですね。半分以上がパーフェクト素晴らしい。先月はね、僕もパーフェクト取れたんですが、僕はね、初日につまずきダメでしたということでした。20がカズマくん僕とつながって、デッサンが回線切れだったので、そうか、デッサンもだから、回線切れなきゃ、パーフェクト。クラウスも攻め残さなければ、ヨッチさんも攻め残さなければって子たちなのでほぼほぼみんなパーフェクトですね。で、下2人が、509、17、17って形でした。早速やっていきたいと思います。どんどん全回率上がってますね。すごいね。タウンホール16に慣れてきたっていうところで、いろんなね、選択肢が生まれてきたところだったりとか、いろんなね、新しいヒーローギアが生まれたりとか、ルートライダー自体は弱くなっても全回率は上がっていくと。さあ、得意ヒーのルートライダー、突撃艦を投げ込んでいきます。突イエティ、トルネード。ちょっと反応しないといいけど、反応しそうだな。援軍に反応して内が入ったりしてほしくない。一応穴は開きましたが、先にイエティが潰れてくれたので、ちょっと怖かったですね。カゴでボムタワー潰せるけど、潰す必要があるかどうかって感じ。カゴはないわ。俺の編成だと絶対入ってる。こういう時にたまに折れるやつあるなって気づいて折るのよ。だからアーチャーとかガーゴイルとかいると便利なの。この後食い火どうしますかね。いい方に。ありますね、ここ2つ。このまま9時に繋いでタウンホール食い火かな。そしたら。このようだ。内側からのね、長弾大砲がこの食い火にヒットしないというところで外周流し放題。ちょっと、ホーミング怖いな、この辺。もうバルーンないんで。いいウォールブレーカー。で、ここからルートライダー真ん中に向けて。最近さ、食い火のヒーラーが結構動きがちなんだよね、俺。レジェンドで攻めてて。ほら、動いた。これマジでやめてほしいんだよな。スケルトンの呪文を置いて、モドリスのターゲットを拾うような形。今回1体だけでよかったですね。キングも外周。ボールブレーカー使ったりとかしてるけど、ガントレとツインよ。ワンパンチ。フリーズかけて、インビジブルレイジ。いいですね。インビジブルタワーが解除されて、モノリスの方にクイーンがスライド。クイヒーの時はやっぱインビジブルタワーをね、先に解除させてから飛ばすみたいなことあんましなくていいかな。で、フリーズが手元に2発残って、ロイヤルチャンピオンの能力が持ってるので、もうロイちゃんの能力のタイミングだけ見計らうって感じですね。ここはやっぱ僕がいろいろ撃たれたくないので、ここで能力解放。クイーンの方も黒く解放で防衛説を削ります。もうフリーズはいらない施設しか残ってないので回収していっての全開ですね。クイヒールートめっちゃ強いですね、これ。なんかこっちの巨爆が治安悪すぎるな。ドームが切れたところでしっかり巨爆が当たるようなルート作りになって、声がも良かったけど。バサス。ヒロヤさんルートライダー。効果弊社クイーン両サイドカット。ずっとこの形ですね。スーパーバーバリアのカットも入れて、ここダミー壁あるんで、ルートライダー真ん中発進するにはちょっとあれなんだけど、しっかりもうサイドカットとかも入れて、流れないような形を使ってね、いつもより少しサイドカットに気持ち時間を割いてから真ん中を進めていくような流れになりました。で、ちょっとバルキリー後ろから刺していくことで、もう前が消えて、ここもね、ちょっと時間割って、この両サイド分かれるタイミング、レイジトーム。ここでもうちょっと前行ってほしかったですね。ちょっとだけかからなかったやつもいるかなって感じなんですけど、爆裂トームで伸びていきます。で、クイーン最速クローク、タウンホール突破、反対サイドはスケルトンの呪文でね、キングを外周部つって、スーパーバーバリアン処理。うまい。
で、ロイヤルチャンピオンを差し込んで、このロイちゃんがキングに捕まらないようにするっていうのも大事ですね。HP 高いんでね、キング。で、裏からもウィザードとかアーチャーとか、タンクで、うまいね。レイジフリーズがしっかりオーバーグロー跡地に残されているっていうのも大事です。さすがにね、火力高いところオーバーグロー消していくんでね、呪文があるといいなって感じ。なくても突破できちゃうんだけど、あった方がよりベターって感じで。ロイヤルチャンピオン能力突破。ナイス旋回。何やろめ、レイジ置いてから、3ヒーロー固まってるところなんでね、3ヒーローにストライカーをかけていくような形。強いね。一つのレイジで3ヒーローが勝利できるなら安いもんですよね。サイドカットしてキングの方3時に入れて、反対サイド6時の方にクイーンを入れて、気持ちウォールブレーカー内側入れてきましたね。ベビドカット、ホーミングチェックバルーンを当てると、マルチアーチャーターのタゲも分散できますよって感じ。ユニコーン打たれちゃうから。ウォールブレーカーはイーグルのところ。で、もう一回この宝石のところを開けていくような感じになるかなと思います。そうですね。いいつなぎ目。左に流れないといいな。スニゴブとかにホーミングチェック。もう一回。マルチ IT 前だしね、これ。レイジに出てバルーン進めていくんですが、やはりやりました。もう1枚投げ直します。この辺やっぱラバルだとね、ホーミングチェックのバルーンも多めに詰めるのが楽ですね。ラバルとは別パートで、突撃艦真ん中系か。なるほど。この辺で落としていく。マルチ IT のところまで飛ばして、突イエティを落としていくような形。トルネードの解除も。タウンホール潰れた跡地の手前に落とす突撃艦っていうのもいいですね。では、援軍ちょっとポイズンは打ってた。別なとこ。インビジブル使って、アイゴレをターゲットブラして、ロイヤルチャンピオンを上からサイド出して終了。いいね。ヤロメも今月はクイラバやってたので、クイラバ、てかクイヒー勢が多かったね。弟子さんとか、あと、ヨッチさんとかもね。チャーさんルートライダー。豪華クイーンをかなり近めに置いて、キングサイドカットですね、今回は。で、真ん中はルートライダーオンリーという形になるかな。ロイちゃん出さなければ。ロイちゃん出しましたね。なるほど。今回はちょっと変わったやり方で、キングにキングをぶつけるようなやり方に。で、レイジー。クイーンはやや内側で、10日弊社が完全外側。で、奥のところをオーバーグローという形です。ヒーラーがこれね、ルートライダーにつくのもいいですね。ヒーリングトームとは別の回復要素がついて。で、ちょっとモノリスにターゲット取られちゃってるんだけど。打ってもいいかな。ちょっと遅れたんで、だいぶ HP は持ってかれましたが。タウンホールを多分クイーンで見てたんだな。クイーンが内側スライドしたので、タウンホール残って星1の危機ね、今ね。この星1の危機からどう挽回するんでしょうか。もうすでにユニットがロイちゃんとキングぐらいしかいないけど、裏スーパーバーバリアンベイビドラでがっつり。キングがここでクイーン処理を頑張って外までやってきて、ロイヤルチャンピオン能力解放。完全にタウンホール終点という形なんですけど、タウンホールは、無傷。さあここからレイジ一発のみでタウンホールを落とすことができます。ちょっと危なかったんですけど、前回ですね。やったなんかこういうね、X みたいな配置も多いよね。援軍釣りかなこれは。援軍釣りですね。釣って、10日弊社上から出して、反対サイドキングクイーン。で、9時からスケルトンタゲ取らせて、ルートライダー発進。
なるほど、なるほど。で、一気のトームを入れていって、オーバーグローも持ってきてるね。タウンホールのところから。マジあ、サッカーボール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 。ガントレットサッカー27、27。夢だな、これは。素晴らしいですね。サッカーボールがぴょんぴょんしていきました。ようやくサッカーボール使ってる人いた。しかもカンストしとる。ね、サッカーボールぴょんぴょんしてたね、今ね。よかったね。よかったかね。あ、でも、配置によっては絶対こっちの組み合わせのの方がいい場合も絶対あるからね。さあ、最速クロークタウンホールの横にいたクイーンがタウンホール飛ばしつつ、ロイヤルチャンピオン能力残ってて、レイジフリーズ。うん。でも OK と。強いね。サッカーボール出たな、ついに。さあ、スミス。サッカーチェック。サッカー使わないんだよな、みんな。使う必要がないみたいなところも。まあ、レベル上げも大変だしね、まだ出たばっかで。そのタウンホールも、こんな、フローズンアロー強すぎて、クイーンノーダメで突破できちゃうよ、このタウンホールという施設が。やばいでしょ、これ。ユニコーンまで生き残った。フローズンアロー強すぎて、バンストレベルだともうタウンホール、簡単に突破できちゃいますね。こんな施設だっけ、タウンホールって。こんなに簡単に突破できていい施設なんだ。かなり進んでいきまして、オーバーグローは奥の、うまいね。しっかりレイジターが発動してから。あとは、キングクイーンが残ってる状況。クイーン内側入りまして、外周部をアーチャーだったりスーパーバーバリアンで削って、クイーンに反応して、行ったんですけど、ここはクイーンクロック。アイウォールブレーカー、それ。アイウォールブレーカー転がってきたわ。で、レイジフリーズですね。で、キングも能力残してて、ロイちゃんも能力。イゴのすごいな、勢いが。ああ。さあ、よっちさんクイヒーラバル。一つかなうん。おつけ多いね。で、3も、ヨッツさんも、まあ、イエティ新レベル来てるんで、突イエティの火力みたいなところはね、前よりは上がってるっていう感じはするんだけど、まあ、言うてもね、ミニイエティ1体分だからね、ちょっと黒く漏れちゃったね。ああ、でも、この対地クロス折れんならめっちゃ強いな。その対地クロス折れんのやばいな。これは、かなり安全なところで援軍。うん。これは一旦ね、安全に、ゆっくり。まあ、対地クロスが折れたことによって、ここもゼロターゲットで処理ができました。ホーミングチェック、バルーン。エビデのカット。あ、そっちにはデスがない。ありそうと思ったのに。ダイウォールブレーカーですが通るでしょうか。うん。しっかりレイジンのっけで通していく。で、反対サイドキングウォールブレーカーつけていきます。うん。クイーンに反応してが入り。よね。こいつ怖えな。一瞬ヒーラーに飛んだらだるいなとか思ったけど。外周部ロイヤルチャンピオン。あ、飛び始めたわ。でももはや、クイーンにかかんないならいいや。この、クイーンにダメージが入らないところであれば。さあ、ここからラバルパートスタートですね。モノリスのターゲットがロイちゃんに行かないようなタイミングでしっかり出していって、バルーンとかね、この辺もロイヤルチャンピオン入らないようにして、このクイヒールートもめっちゃいいっすね。これでタウンホールを取れるように戻っていくと。で、外周部このテスラとかウィズドとか余ったところで、まあここで、まあどうせ余ってるんでトム打つかな。ロイちゃんに入ればベストなんだけど、お、入ってるんだそれ。ギリギリ入ってるんだね、これ。ナイストーンです。
フリーズも余ってて、能力も余ってて。めっちゃいい食い火ですね、これも。ね、今の環境はちょっとあんま向いてないかもしれない。まあ、タイム勝負とかね。あ、よちさんもね、丁寧にやる環境。めちゃめちゃ強いんでね。さあ、ガック。ルートライダー。インビジブターの解除。ジャイアントアローが。おー、カンストしとる今回のリーグ戦でレベル10からカンストまで行きましたよ。お、すごいな。そんなに鉱石手に入る？あれだね、多分。イベントパス買ったんかなわかんないけど。サッカーボールじゃなくてジャイアントアローをレベル上げるために使ったんだね、じゃあ。サブアカもジャイアントアローをカンストしていくと。やっぱインビジブルターのね、解除っていうのが、やっぱ今インビジブルターがそこそこ使われる環境なので強いっすね。スパイカーはもう投げ切ってるっていう感じ。頑張るしかない。で、クイーンの方にルートライダーが前衛として合流してくれました。ロイヤルチャンピオンの方が、能力をここで使うしかないですね。使っていって、なんならこれロイちゃんだけでタウンホール突破できちゃうわ。ジャンプもあるんですけどもって感じですね。レイジ、ユニット全部ぶっぱからのジャンプ、トームじゃない。バーサス。さあ、カズマくんライドラッシュ。お、ジャンプ入りましたね。ユニットもしっかり。パワーポ強いよな。パワーポーション強いよな。めちゃくちゃ強いよな。パワーポーション、ヒーローポーション。これでもうカンストンできちゃうからね。ウォールブレーカー使っていきます。これで両サイドの対空砲を見ていきますよという形。フリーキック始まります。ドカーン。フリーキックからの、ベビドラとかだとね、ベビドラバルーンとかだとクイーンに捕まってしまうので、ここはフリーキックの方がいいシーンというところで、ちょっとただサイドカットが間に合わなかったので、クイーンは内側入ってくれませんね。ジャンプ。外にかけることでこれは戻ってくれる。これはもう本当にルートライダーみたいな感じの使い方になってますね。ただね、ギアがやっぱと思ったけど、そこそこ上がってるね、こっちも。上がってるね。フリーキック始まった。フリーキック始まって、大砲がカットされました。面白い。で、ライドラがしっかり進んでいきまして、タウンホール、自ら、ホームはバッカーに合わせていきたいんだけど、ちょっと、ユニットが、ギリギリ耐え。ギリギリ耐え。レイジ乗ってんのかな、あれ。ジャンプにはクイーンは乗ってくれませんでしたね。ボマーが手元に残ってる状況なんですけど、ユニコーンターゲット取ってくれた。ありがてー。さあ、ここから兵器どう使いますかね。反対サイド、マルチとか刺すように使ってもいいと思いますし、ロイちゃんも残ってるんでね。ここはもう対空ケアでライドラの延命の方を選びました。施設の破壊というよりは、ライドラのサイドカットと延命してライドラでまだまだ伸ばしていくぞっていうような、このボマーの使い方ですね。で、ロイヤルチャンピオン、ここから。援軍で出てないっけ？出てるんだね。ロイヤルチャンピオンにレイジ打って、フリーズが残り2発。ここはライドラではなく、一応フリーズ打ちましたね。が、ホーミングヒットでちょっとやられてしまう。ライトニングチェインのおかげで一発圏内まで落ちつつ、ロイヤルチャンピオン能力解放フィニッシュ。そうか。援軍あれだわ。キングがジャンプしたから、援軍連れてるんだ。普段のライドラッシュだと、連れてない感覚だったけど。ガーサス。星371天才ラバル。天才打ち込んでから、キングウォールブレーカー巨爆見えましたと。クイーンサイドカット。慌ててサイドカット戻ってほしい。終わった。スに5分ウォールブレーカー。と合流して、これ、そうか真ん中ってことか。キングいたらめっちゃ強かったな。こういうリカバリーはね、かなりやってきて。リカバリー、さあ、クイーン。アイゴレフリー
ストライカー。この辺の、惜しい。しっかりバネ置いてますね。今の環境これなんでね。キングガレントレッド走っていって、9時からラバルパートスタート。ウィンは、投石まで割ったら強いけど、ヒーローパートよくこれで全開まで取れてるな。正直、かなりのミスですけどね。ラバルパートで挽回しましたね。いつもの形か。さあ、一気のトーム。突撃艦真ん中。トルネード見えて。トルネうぜえ。トームも切れてね。ユニット当たっちゃうし、レイジがギリギリ乗ってるところだといいけど。外周部はバルーンを使って削っていって。ラバーハンドまだ手元にあるんだけど、3時から出すかなシンプルに。4時からどうするか。まあこの辺から出してあげて。あとはポイズン。第2、ソラスケルトンとかまで置かれてるね、ご丁寧に。同じとこ打つことになるかな。打つことになりました。ロイヤルチャンピオンはもう完全に捕まっちゃってるので、フリーズそこまで保つっていうよりは、この間にバルーンで進めてもらう方を選びました。さあ、進みますね。さあ、ロイヤルチャンピオンはここで能力解放。本来ならばヒーローパートで壊してたはずのところを最終的に回収しての全開ということで、挽回です、これは。ガーサス。さあ、最終日。これどうやって攻めたかな、この配置。そうだね。テスラチェック兼援軍釣り出しのバーバリアン。で、シューター多分そこに置くんじゃないかな。はい。傷と折れると、この辺ね、ポンと出しちゃう。で、1枠ゴブリン。ねえ、なんでゴブリン持ってくんですかとか言われるんだけどね。こういう時、ターゲット入ってない時、スニゴブ使うのもったいないじゃない。あとテスラチェックとか、そういう時にも強かったりするんでね。ゴブリン。スニゴブを必ずしも使わなくても。で、ホーミングチェックからバルーン入れて、この後どうなったんだったかな。覚えてないな。ボールブレーカー入れてますね。で、6時から行くんじゃないかな。ループがいた、そしたら。援軍も処理できてるしね。インビジブルターとかも。こいつとか、ちょっと早いっすかね。このオーバーぐらいちょっともったいないなこいつがね、シューター焼かれちゃうとかもあるんで、この辺も意識してクイヒーとシューターへの横打ちをオーバーグローで消すかぐらいに軽く考えてたと思うんですけど、クイヒがいいっすね。真ん中入れていって。ただちょっとそうだよね。早すぎたよね、これは。しかもこれ投石がインビジブル圏内だったのか。で、ここで、真ん中。で、頑張れ頑張れしてる。スーパードラゴンがね、スーパードラゴンの方にレイジ、インビジブルを打って、このシューターから出てきたスーパードラゴンもね、こうやっていい利用をすると。これ強いのよ、スーパードラゴン援軍が。他の動画でも言ってると思うんですけど。で、金庫回収ウィザードとか読みつつ、キングは何ついてんだろう。お、サッカーボールついてんぞ、みんな。サッカーボールついてるよ、ハーランドに。ただもう、キング、何もすることないから、もう何ついてても関係ないね、これもはやね。キングの能力関係ねえよ、これも。来た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 。はい、回収早いでしょ。いやー、キングもう歩いてただけだったな。キングマジで歩いてただけだったわ。豪華弊社クイーン両サイドカット真ん中。シュートライダーレッツゴー。ちょっとね、レジェンドリーグをようやく始めたんですよ。まだ撮影段階で3日4日ぐらいしかやってないんですけど、今月はね、最初の10日間ぐらいはレジェンドリーグ、本も攻めずに、お休みしてたんですけど、そのあたりでね、ちょっと、サッカーボールをね、
対応してみたんですけど、ちょっとクイヒーとの相性がそんなには、まあ、強い時は強いんだけど、オーバーキルの使い方になっちゃうんだよ。やっぱ、キングでタウンホール短期で取ってきてみたいな時はやっぱレイジーの方が強かったりするんで、ガントレットサッカーボールっていう組み合わせを僕はちょっと試したんですけど、夢の編成ね。強い時は強いんだけど、って感じ。タウンホールがビルブター隠れていって、レイジはロイちゃんの方へ真ん中キング溜まってます。ガントレットサッカーだとね、HP 回復ないんだよね。そのステータスはだいぶ上がるんだけど。レイジが強いね。さあ、ガーサス。はい、というわけでね、終わりまして、7日間終わりました。まあ、最終日はちょっとコート切れた人も何人かいましたが、リーグ戦終わって、まあ、前回数はね、そこそこ高い、あれではあったんですけど、勝敗の方でね、まあ相手も強かったり、こっちの方もね、なんかあったりとかで、残念ながら、リーグは取ることができませんでしたって感じだったんですけども、まあ、先月よりも食い火の数とかが増えたりとか、前回、パーフェクトの数も増えてたんでね、よかったかなと思います。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェアまた全然お願いしましょう。さよなら。リリースから12年、ハーランドコラボもキックオフ。新規プレイヤーの流入も期待されるクラクラ。しかし、そもそも新規プレイヤーがタウンホールレベル16のプレイを見て面白いのだろうか。あそこまで村を育てるの無理と諦めたりはしないだろうか。今回の生放送ではケイスケ、ジョーカー、ユタの3人が自分のチャンネルで同時にリアルタイムアタックを開始。クラクラのアカウントを一から育ててファーミング、シングルプレイ、フレバトの3種競技で一番先にミッションをクリアした者が勝ちとなる。初心者プレイヤーに見本を見せられるのは誰だ。クラクラ3本勝負、ハットトリックをぶちかまして初心者の見本になれるのは俺だ。